日本は最後まで戦う。オランダがリードしても簡単には終わらない。日本は短いコンビネーションで崩してくるし、かなり厄介。日本は見ていて面白いサッカーをしてる。今のオランダより日本の方が簡単にサッカーしてる。遠藤に出てほしかった。本当に残念だ。こんにちは、葵です。こんにちは、きなです。今回はワールドカップ初戦、オランダ対日本戦直前のオランダサポーターと話していくよ。もう本当に初戦だ、すぐそこだよ。ついに始まるね。もうドキドキだよ。じゃあ今回もオランダサポーターのメイスくんとリモートをつないでるよ。ほいほい。ほいほい。本当に日本戦直前だね。ウズベキスタン戦後は荒れてたけど、今のオランダサポーターは変わったのかな。じゃあオランダ対日本戦直前のオランダサポーターが何て言ってるか聞いていこうかな。任せて。葵さん、ひなちゃん、正直今のオランダ代表の空気ってめちゃくちゃポジティブ一色ではないんだよね。ヒヒヒヒヒ。知ってる知ってる。でも盛り上がってはいるよ。ファンダイクに対してはやっぱり期待が大きい。私たちのキャプテンがオランダをワールドカップ優勝に導いてくれる。クライフやファンバステンができなかったワールドカップ優勝を実現してほしいっていう熱い気持ちもある。ダービッツは？ダービッツの名前は出てなかったよ。75歳の人が人生で一度はオランダが世界王者になるのを見たいって言ってたんだよね。オランダってほんとあとちょっとなんだよね。ただその一方で最近の試合内容にはかなり不満がある。前の試合は見ていられなかった。アルジェリア戦とウズベキスタン戦は早く忘れて、日曜は違う姿を見せてほしい。アルジェリア戦とウズベキスタン戦引きずったまま来て。たくさんの人は応援はしてる。でも完全に信頼してるかと言われるとそこは別なんだよね。言葉より結果を見せてくれ。ライクの綺麗なスピーチよりまずピッチで証明してくれっていう雰囲気があるね。スピーチが良かったんだよね。そうだね。キャプテンとしての言葉は評価されてる。でも仲がいいだけじゃダメだろ。仲良しグループじゃなくてピッチではもっと戦え。ダイクは昔は速かったけど今は走る姿を見るのが辛い。厳しいね。厳しいよ。いい個人はいるけど毎年チームになってない。オランダって名前だけ見ると強そうだけど、今はチームとしてちゃんと噛み合ってるのか疑う。それは日本からしたらチャンス。しかも監督への不満もある。監督がいつも一番の問題だって感じで信用はかなり低いよ。じゃあオランダサポーターは日本戦をどう思ってるの？日本戦については少なくとも全員が楽勝とは思ってない。もちろん強気な人もいるけど、今の状態ならまず結果を見せろって感じ。オランダ代表を信じたい。でも前の内容がひどかったからまだ疑ってるっていう人も多い。ファンダイクには夢を見たい。でもチーム全体にはちゃんと戦えるのか見せてほしい。日本戦はその答え合わせみたいな試合だね。日本についてなんだけど、オランダ側でもかなり意見が分かれてる。まず警戒してる人はちゃんと警戒してる。日本は規律があってスピードがあって技術もある。最初からテンポを上げて前からプレッシャーをかけて速いコンビネーションでオランダ守備を崩してくる。警戒するところが多いね。日本は短いパスの組み合わせがうまいし、ボールを長く持てる。今のオランダより日本の方が簡単にサッカーしてるって言ってる人もいるよ。オランダより日本の方が。そう。しかも日本は見ていて面白いサッカーをしてるって評価もあった。それはベトナムサポーターと同じ意見。他には日本は短いコンビネーションで崩してくるし、かなり厄介。オランダサポーター警戒してるね。日本は思ってるより難しい相手になる。日本はアジア最強だ。日本はアジア全体から応援されてる。そんなことも知ってるんだ。ただ全員が日本を高く見てるわけじゃない。中には日本は走るだけだろって見てる人もいる。走るだけってボールは汗をかかないからね。葵ちゃん何当たり前のこと言ってんの。日本には技術的にすごい選手はいない。少しサッカーできる選手を止めれば点は取れない。ぐぬぬぬぬ。俺はその見方は危ないと思うけどね。今の日本を走るだけって見るのはかなり浅い。むしろ日本は走れる上にテンポもあるし組織力もある。オランダがゆっくり入りすぎたら普通に苦しくなると思う。オランダは日本のどこが一番怖いって思ってるの？やっぱり試合の入り方だね。日本が最初から高いテンポで来て前から圧力をかけて速い攻撃に持ち込む展開。そこをオランダが受け身になるとかなり面倒になる。オランダは試合の入り方はどんな感じなの？オランダは多分少し我慢して入ってフィジカルとか個人の力、戦術的なコントロールで流れをつかみに行く。
中盤をどっちが取るかが大事。日本が中盤でテンポを作れたらオランダはかなり嫌だと思う。逆にオランダがそこで落ち着いてボールを持てれば日本の勢いを少し止められる。それに日本は最後まで戦う。オランダがリードしても簡単には終わらない。日本はリスクを取ってでも追いつきに来るし、速い攻撃やセットプレーで点を取る可能性もある。日本は最後まで諦めないもんね。日本を舐めてる人もいるけど、ちゃんと見てる人は本当に警戒してる。今のオランダの内容を考えたら日本戦は楽な試合じゃない。日本戦でもう一つかなり話題になってるのがダラスの暑さなんだよね。暑さ？試合の日に35度になるかもしれないって話が出てて、暑さが試合に影響するんじゃないかって感じだった。でもオランダ戦は屋内って葵ちゃん言ってなかった？そうだね。冷房完備の屋内スタジアムだよ。さすが葵さんだね。それに対してオランダサポーターもツッコミがかなり多かった。いやいや、この試合は屋内スタジアムでやるんだろ。屋根もあるし空調もあるだろっていうね。スタジアムには屋根があって空調もあるから、外が35度でも中はもっと快適にできるでしょって言ってる人が多かった。だよねだよね。日本でもオランダとスウェーデンは暑さに弱いから有利って言ってる人たまにいるけど、オランダにもいるんだね。そうなんだよ。もう言い訳が始まったのか？両チームとも同じ条件なんだから、暑いなら暑いでやるしかないでしょ。トップアスリートなんだから文句言わずにプレーしてねっていう意見もあったよ。でも空調があっても完全に影響ゼロではないかもしれない。暑さだけじゃなくて湿度はある。テキサスの夏なんだから暑いのは当たり前でしょ。ダラス、ヒューストン、アトランタみたいなスタジアムは屋根がある。そんなことも知らずに発言するな。暑さを理由にするなって感じが強いんだよね。それと、オランダのゴールキーパーがウズベキスタン戦の親善試合で怪我して途中交代してたけど、どうなったんだろう。葵さんもよくオランダのことをチェックしてるね。フェルグルッヘンはまだ練習を欠席して個別メニューをやってるって話が出てるんだ。オランダとしては不安材料だね。うん、これは日本戦の3日前くらいの話だね。フェルブルッヘンに出てほしい。普通にフェルブルッヘンが先発するでしょって見てる人もいる。でも個別メニューなんだよね。そうなんだよ。フェルブルッヘンは 100% じゃない。そこが微妙なんだよね。もしフェルグルッヘン選手が無理なら誰になるの？フレッケンになるんじゃないかって見てる人がいるんだけど、そこに不安を感じてる人はかなりいる。なんで？フレッケンは落ち着きがない。ゴールにいるだけで緊張する。ゴールキーパーはその人で決定なの？ロエフスを見たい。日本戦はロエフスで頼む。日本戦には戦える選手が必要だって熱弁してる人もいるけど、最終的にどうなるかはわからない。フェルブルッヘンを望む人もいれば、万全じゃないなら別のゴールキーパーで行けって人もいる。直前で怪我しちゃってオランダも大変だね。そうだね。でも日本も遠藤が出られないっていうのはオランダでも話題になってるよ。日本は遠藤がワールドカップに参加できなくなって、板倉が新キャプテンになって町野が代わりに呼ばれたって。そうなんだよ。オランダサポーターはそのことをどう見てるの？遠藤に出てほしかった。本当に残念だ。日本にとって大きな痛手がって見る人がいる。ただ逆の見方もある。変に聞こえるけど日本にとってはむしろいいかもしれないって言ってる人もいたんだ。なんで？佐野がそのポジションでいいからそのまま使える。だから遠藤の離脱を単純に日本が終わったとは見てないんだよ。そんな風に見てるんだ。日本にとっては痛いっていう人はいるけど、代わりの選手がいるから意外と問題ないかもって声もあって、オランダが一気に楽になるって感じでは見られてない。オランダはゴールキーパー、日本はキャプテンって大切な選手が怪我だもんね。そう、日本戦前に両方のチーム不安な話題が出てるよね。じゃあオランダサポーターは日本戦の結果はどうなるって見られてるのかな？日本戦のスコア予想なんだけど、これはかなり割れてる。親善試合の調子が悪かったみたいだけど、それでもオランダが勝つ予想はあるよ。親善試合は親善試合、ワールドカップは違うってね。 2-1、3-1、3-0 でオランダが勝つっていう予想も出てた。ただ日本が勝つ予想も普通にある。オランダ 1-2、 日本って予想もあったし、日本が勝つってはっきり言ってる人もいた。しかも 3-0 で日本って予想でね。 3-0 はすごい。引き分け予想もあるの？それもある。1-1 とか 2-2 って予想が出てた。人それぞれだね。かなりね。オランダが絶対勝てるっていう空気だけじゃないのは感じる。日本を相手に簡単にはいかないと思ってる人は多いんだ。日本対オランダは1対2でオランダ。でもオランダはかなり深くまでいかないと勝てない。オランダが勝つとしても楽勝じゃない。 3-0 オランダみたいな強気予想もあるけど、1点差の僅差予想は多いんだよね。オランダサポーターも日本とは実力が近いって見てる人が多いんだね。葵さん、ひなちゃん、最後に少し話したいのがファンダイクへのことなんだよね。私ですら聞いたことあるファンダイク。やっぱり人気すごいの？かなりすごい。
オランダ国内だけじゃなくてカリフォルニアから応援してる人もいたし、フィンランドやドイツからもオランダを応援してる人もいるぐらいだよ。オランダ代表って国境を越えて応援されてるんだなって感じで。でも日本だってインドネシア、タイ、ベトナム、イラクから応援されてるんだからね。他にもあるけどね。それにファンダイク本人への人気もかなり強い。かっこいい。最高のキャプテン。とかね。ファンダイク選手は存在感が大きいよね。カンザスシティに来てくれて嬉しい。で、オランダ代表が現地にいること自体を歓迎してる人もいる。オランダの大会中のベースキャンプ地のカンザスシティだね。他にはオランダの選手起用についてもかなり話が出てる。起用って誰を出すかってこと？そう例えばクライファートを使ってほしい。今の状態がいいし、試合に違うものを持ち込める。クライファートは10番っぽく使える。サマーフィルとポジションを入れ替えながら動けるし、ラインデルスは10番より8番の方が合う。クライファートってインドネシア代表監督だった人でしょ？ギャグで言ってるってこと？そのクライファートの息子なんだよ。ジャスティン・クライファート。それにキャンプ地でも練習風景を見て、足元の遊びとか棒の周りを回る練習じゃなくて、ちゃんとゴールを狙う練習をしろ。 PK でしか点取れないんだからシュート練習しろよって言ってる人もいたよ。大切な練習は公開してないだけでしょ。確かに日本も動画で見られるのは似たような練習ばかりだもんね。オランダサポーターから期待されてる選手はクライファート、サマーフィル、ガクポ、ダイク、マレン、ブロビー、ダンフリースだったり、名前はいろいろ出てるけど、ただいい選手を並べるだけでは意味がない。ちゃんと連携させないと。選手だけならオランダが上だけど、日本は連携がすごいから気をつけろ。日本戦は初戦だし読みにくい試合だね。ゴールキーパーの不安はあるし、日本も簡単に倒されるチームじゃない。日本対オランダじゃなくてフェイエノールとアヤックス対オランダだろ。オランダが日本に勝てないのは当たり前。むしろスウェーデンに勝てるか気になる。オランダからの日本戦直前はこんな感じだよ。レース君ありがとう。オランダにとってはいきなり本気で試される試合になると思う。日本戦でちゃんと勝てるならオランダは前に進める。でも少しでも甘く入ったら日本に一気に持っていかれる。だからこそ初戦から全部出してほしいね。日本だってオランダに勝ってほしいって思ってるんだからね。それじゃあドゥイ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 。もう本当にもうすぐだね。そうだね。オランダサポーターは日本がボール持つって言ってたけど。それはない。オランダがボール持つはず。というかそうじゃないと困る。そうなの？ボール持ってる方がゲーム支配してるみたいじゃん。オランダにボール持たせて途中で奪ってカウンターでゴールだね。なるほど。でもそんなにうまくいくのかな？いくよ。あとデザインされたセットプレーも見られるはず。それ楽しみ。私は緊張してきたよ。私も緊張で寝不足だよ。それは夜中までワールドカップ見て徹夜で仕事行ってるからでしょう。じゃあ今回はこんな感じで終わりだよ。ご視聴いただきありがとうございました。オランダ戦はどうなると思うかぜひコメントに書いていってくださいね。ご視聴ありがとうございました。時でも俺たちは信じてるスタンドから指示